はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。実は、インスタグラムでも日本語の発信をしているんですが、フォロワーさんからたくさんの日本に行ってきたよという DM をいただきます。それで、本当にたくさんの方が日本人のマナーの良さにびっくりしたと言ってくれます。そこで今回は、一つ目、日本人が綺麗に並ぶ理由。二つ目、日本人の食事マナーがいい理由。三つ目、小さい時からいろんな役割をする理由。四つ目、日本人が思いやりがある理由について今回は4つお話しします。それでは最後までぜひ聞いてくださいね。Let's go! あやのずラーニングハブ。まずは一つ目、日本人がなぜ綺麗に並ぶことができるのかについてです。実は日本人って小さい時から並ぶ練習をします。練習もするのってびっくりする人がいるかもしれませんね。でも本当なんです。幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校になるまでずっと練習が必ずあります。そうですね。幼稚園、保育園では部屋から部屋に移動する時も並んで歩いていくことが多いです。先生が、はい、皆さん並んでくださいって言うと、みんな一列に綺麗に並ぶことができます。ちょっとでも線から外れてると、先生が前から見て、はい、誰々くん、ちょっと出てるよと言って綺麗に並ばせます。はい。そういう風にして子供たちは日常生活の中で常に並んで行動する、集団で行動することがたくさんあります。小学校、中学校、高校生になるともう並んで部屋に行くということはないんですが、いろんな場面で並んで行動するということがあります。例えば全校朝礼と呼ばれるみんなで集まる会です。校長先生のお話を聞くことがほとんどでつまらないですが、それでもみんな綺麗に並んで静かにお話を聞きますね。あとは運動会などの行事です。行事の時にはみんなで綺麗に並んで体操をしたりお話を聞いたりします。あとは避難訓練の時にも必ず並んで行動します。避難訓練というのは英語では Emergency Drill と言います。地震や火事、あとは不審者が来た時すぐに逃げられるように行動する練習をする機会です。そういった地震や火事などが起きた時にあちこちパニックになって走っていってしまうと、どこに誰が行ってしまったか管理することが難しくなってしまいますよね。ですので常日頃から冷静に落ち着いて行動する練習をしています。こういうふうに日本人は小さい時から学校の集団生活の中で並ぶことをたくさん練習してきます。ですので大人になってもそれが自然に行動として現れるんだと思います。それには日本人が協調性や集団の輪、それを大事にするという文化的背景もあると思います。二つ目は残さず食べる習慣です。日本人って食べるのが綺麗だと思ったことありませんか？私も個人的には米一粒も残さず食べないと気が済みません。それぐらいお皿をピカピカの状態で終わりにしたい方です。そういう人が多いと思うんです。今海外に住んでいますが、レストランなどに行くと結構食べ残しが多くあることが多くて、もったいないなと思いながらついつい見てしまうんですよ。食べ残しもったいないといえば、忍たま乱太郎のアニメ皆さん知ってますか？その中で給食のおばちゃんがお残しは許しまへんでーって言ってるんです。あれは残さず食べなさいということですよね。日本では残さず食べることがとても大事なことです。残さず食べることで食べ物や食事を作ってくれた人への感謝の気持ちやリスペクトを表すことができます。日本人が食べる前にいただきます、そして食べ終わった後にごちそうさまでしたというのも同じ理由です。そして小学校や幼稚園、保育園では実際に作ってくれた人たちの気持ちを理解するために
子どもたち自身が野菜を育てるという授業もあります。これを食育と言います。漢字の通り、食べること、食べ物に関する教育です。種まきをして、水をあげて、肥料をあげて、そして収穫して、お料理して、食べるまでにはたくさんのプロセスがあるということをみんな実感します。それを実際に自分が経験することでありがたさを感じるんです。その食育がすごいのが、お野菜が苦手な子でも自分が作った大事に育てたお野菜はパクパク食べるっていう子がすごく多いんです。私も実際に保育園で働いてた経験が長いんですが、本当にたくさんの子どもたちがそうやって苦手なお野菜も美味しいって言って食べてるのを見てきました。ですので食育ってすごいなっていつも思います。こういうふうに小さい時から食べ物や生産してくれる人への感謝の気持ちを教育として受けます。ですので日本人は食べるマナーだったり残さないという習慣が根付いてるんじゃないかなと思います。3つ目は何でも自分でやることです。これは皆さんの中にも知っている人が多いと思うんですが、日本人は自分たちの教室、トイレ、学校全体を自分たちで掃除をします。これは自分たちが普段使っているものなので、普段からきれいにすることでいつでも気持ちよく使えるようにという気持ちと、あとは物を大事にするということを教えるためにやっていると言われています。あとは給食当番や日直などいろんな役割を自分たちでします。例えば給食当番は自分たちで給食室に行っておかずやご飯を教室まで運びます。そしてお皿の中にそのおかずやご飯をついでお友達に配ります。そういった役割が給食当番です。海外だとカフェテリアがあって給食のおばちゃんたちが全部それをやっているイメージですよね。はい、それが日本では子どもたち自身が全部やります。あとは日直というのは先生の教科書を運ぶお手伝いをしたり黒板を消したり、そういったことをするのが日直です。こういうふうに小さい時から自分の役割を持って何かをするということが多いです。なので責任感がある人も多いかもしれません。何か役割を持ってそれに対して一生懸命取り組むというのも大事ですし、あとは誰かが自分のために働いてくれるわけじゃないですか。その気持ちを理解するという大事なポイントも含まれていると思います。せっかくきれいに掃除したお部屋にゴミを落としたいとは思いませんよね。それって自分たちが掃除して大変さがわかるからだと思うんです。ですので自分たちが掃除した部屋だけじゃなく街の中もゴミを落としたいとは思わないと思います。だって自分たちのために誰かが掃除してくれている人がいるわけです。そのことがわかるんですよね。気持ちがわかります。ですので日本人がマナーがいいと言われるのは、日本人が実際に小さい頃から経験していて誰かの気持ちがわかるから、そういうふうに思いやりを持って行動できているんじゃないかなと思いました。日本人のマナーがいい理由の4つ目は、次に何が起こるかを推測する力があるからだと思います。日本人は小さい時からこれをしたら次に何が起こるかなというのを考えて行動する癖をつけます。例えば机を椅子の下に入れる、これも小さい時からなぜじゃあそれをするのかというのを考えさせられます。先生たちが子供たちに質問をします。なんでテーブルの下に椅子を入れないといけないんでしょう。すると子供たちが頭の中で考えます。なんでだろうって。それで一生懸命考えて、そうですね、大体答えとしては危ないからという答えが出てきます。椅子がテーブルの下から出ていると椅子につまずいて転んでしまうお友達がいるかもしれない。そういうふうに想像力を働かせます。あとはトイレに行くときれいにスリッパが並んでいることが多いです。これもじゃあなんでスリッパ並べた方がいいんでしょうって考える機会があります。例えば
スリッパを並べていると次にトイレを利用したい人が履きやすいですよね。スムーズになります。そういった理由を考えます。こういうふうに小さい時から次の人が使う時はどうかな、次に何が起こるかなというのを考える癖をつけます。ですので有名な話が、サッカーのワールドカップの時に日本の代表選手たちが使った後のロッカールームをきれいに片付けてから出ていったというのが海外メディアでも多く取り上げられていましたよね。日本語に立つ鳥跡を濁さずという言葉があります。それは後始末をきちんとして去り際も潔く美しくいましょうという意味の言葉です。とてもいい言葉ですよね。こういうふうに日本人は次のことも考えて行動するということが小さい時から大人になってもできるように身についています。はい、ということで今回4つ日本人のマナーがいい理由についてお話ししました。他にも日本人がよくある行動10選や日本人が好きな恋愛タイプについてもお話ししていますので、ぜひ聞いてみてくださいね。それではまたねー。